皆様ごきげんよう、宮豆さんです。この動画は以前の不走の動画の切り抜きとなっております。これまで不走の性能を検証してまいりましたが、果たして不走の戦艦としての価値とは、バーチャル帝国陸海軍さんに検証していただきましょう。次は大東亜戦争における不走型戦艦についてだが、活躍らしい活躍は残念ながら見られない。1943年までは基本的には内地にあり、最後は山城含めて敵艦隊の猛攻を受けて摺ヶ尾海峡海戦で沈んだとある。海軍が戦前に提唱した前言擁撃作戦をそのまま相手側にやられているとはどういうことなのだ。そしてそこに至る過程の主力艦の消極的な運用方法も厳しく批判されるべきだ。確かに先の大戦の開戦時には不走と山城はしばらく出番がなかった。だがこれはハワイ作戦によって米戦艦部隊が壊滅的打撃を受けたことが大きい。このため我が方の戦艦部隊が米戦艦部隊を撃滅する必要がなくなってしまったという点も論ずるべきではないだろうか。それはわかる。だが戦闘訓練の射撃データでは非常に優れた結果を残しながらも、米戦艦部隊の撃滅という目的のみに固執したことはあまりにも硬直した傭兵だ。それはだな、私も思うところは大いにある。結果的には戦艦という艦種の扱いの難しさや限界を示したものとも言える。不走型戦艦の航空戦艦への改装計画はその最たる例だと言えるだろう。この計画は結局中止されたが、改装用資材は小型艦艇の増強や艦艇の修理に回されている。我々も無策であったわけではないのだ。まあその後にアメリカの戦艦部隊が前線に復帰したことを考えると、不走型の航空戦艦への改装はない方が良かったとも言えるだろうな。しかし戦ってはいけない艦という評価はどう覆す。艦長の証言ともなればなおさらこの言葉は重いぞ。その言葉は鶴岡信道元少将の回想に基づくインタビューでの発言に近いな。書籍「艦長たちの太平洋戦争」に収録されており、厳密には戦争に使ってはいけない船という言葉が使われている。この言葉には実は誤解がある。というよりも出版当時の摺ヶ尾海峡海戦の評価が現在とは異なっていたのだ。どちらも意味合いとしては変わらんだろう。この本では山城はレーダー射撃によって大きな被害を受けたと書いてある。不走型の脆弱な装甲を戦艦の手法によって貫かれて大火災が発生したということだ。そうだ、その山城の被害状況の通説が現在とはかなり異なっているのだ。確かに当時不走型戦艦の山城は米戦艦部隊のレーダー射撃によって大きな被害を受けたとされていたんだが、その後の調査で山城には戦艦の手砲弾の命中はほとんどなかったことが明らかになった。つまり山城は少なくとも原則防御や甲板防御の欠陥とされる部分で沈んだというわけではない。それは理解したが、不走はどう思う。不走は2本の魚雷を受けて沈んだとあるが、その後弾薬庫が爆発を起こしている。これは不走型の設計の問題ではないのかね。確かに不走型の弱点を露呈したことは確かだが、当時の証言によれば不走は浸水によって傾斜が激しくなった後に爆発を起こしている。魚雷攻撃によりすぐに大爆発を起こしたというのは誤りだ。不走が失われた原因は水中防御の低さが問題だったとも言える。また2本の魚雷をほとんど同じ箇所に飛来してしまったという不運もある。なぜ不走型の水中防御はこれほど脆弱であったのだ。水中防御の脆弱性は排水量の増加を制限した軍縮条約の影響で当時としては妥協せざるを得なかったのだ。次の伊勢型戦艦では不走型よりもかなり強靭な水中防御が施されている。条約脱退の時期によっては不走の改装はまた別なものになった可能性があるのだな。しかし不走型は砲の配置位置のため合理性のある水中防御を施すのが難しいということはないか。これは確かにそうで、設計の未熟さがあったことは事実だ。建造されるのは致し方ないとしても、さらに抜本的な改装として例えば砲の数を減らせばよかったのではないか。それは不可能だ。その理由は。話が大きくなってしまうが、これは国家対国家における抑止力による構造的な問題と言える。抑止力とは相手の攻撃を防いで得るのではなく、相手側により大きな出血を強いる可能性を強く抱かせることで初めて抑止力を得ることができる。つまり戦艦の数で劣る以上、砲の数が重要であったということにある。不走の砲を減らすことは少なくとも大正時代から戦前にかけての期間、選択肢としては極めて薄い。確かに戦艦を言い換えれば大砲を積んで動かせる船とも言える。実に古典的な対艦巨砲主義で少々滑稽ではあるが、戦艦が戦略兵器とされていた時代のバランスオブパワーに対する返答が不
不走型というわけだったのだな。これは国際的な構造の問題であり、加えて政治的な問題であるとも言えるのだ。ただそれであるならば、例えば軍縮条約の執行のタイミングなどで水中防御を改善するべきではあったと思う。山城も不走と同様に魚雷攻撃で失われてしまったことは誠に遺憾だ。ああ、これには大いに悔いが残る。ただ山城は4本の魚雷を受けて沈没したとも言われるが、近年の調査では状況証拠から7本程度の飛来があった可能性も指摘されている。不発が含まれていたということだろうか。いずれにせよ駆逐艦の魚雷は策略も多い。確かによくぞ耐えたという見方もできるな。またこれは意外かもしれないが、アメリカ海軍の水上艦艇からは総じて日本の軍艦は沈みづらいと思われており、その中でも特に戦艦山城は非常にタフの艦と評価されているのだ。釣ヶ尾海峡海戦での山城の評価の詳細は書籍「世界は日本海軍の軍艦をどう見たか」をぜひ見てもらいたい。意外な発見などが多くあるかもしれない。それは私も初耳ではあるが、戦場には必ず相手がいることだし、敵軍側の評価や敵軍側の弱点についてもより深く調査すべきではある。どうも我が国は良くも悪くも自己を顧みることばかりにとらわれている節がある。ああ、一方ではなく双方を見る必要はあるだろうな。さて、不走と山城についての解説はこんなところだろうか。もう少し山城については語りたいところではあるのだが、不走型戦艦そのものがやはりいささか不当に評価されている節があるのは理解した。しかしそれであるならば、なおさらこの艦を有効に活用すべきだったと私は思う。興味深いと思っていただけた方は、本編動画もご覧いただけますととても嬉しく思います。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。